いい感じになりましたよ。よいしょー。うわー、出来上がり。じゃじゃーん。はい、こんにちは。ひろこパンのひろこです。ひろこパンのあららです。はい、今日はなんと、ひでみパンにチャレンジということで、デミチャンネルさんご存知ですかね。ひでみさんっていう方いらっしゃって、私もちょっとすごく勉強させてもらってるんですけど、なんとこのパウンド型を使って山食パンを作るってすごくないですか？なんかもう買わなくていいっていうすごい魅力的なレシピだったので、それにチャレンジしたいと思います。パンも好きなので、お家で安全なパンが作れるといいくないですかということでチャレンジしたいと思います。レッツクッキー今日の材料です。バター、ドライイースト、お水、お塩、砂糖、油、強力粉です。はい、じゃあ早速生地を作っていきたいと思います。まずこれ強力粉が 350g 入ります。フードプロセッサーはこのワークボールに、これで、なんだっけ、ドゥーブレード、生地をこねるドゥーブレードをまずセットしてください。で 350g の強力粉、そして砂糖が、20g、お塩が小さじ1ね、イースト測ってあります。これも小さじ2入れて、で最後に油が 50cc、はい、測ってあります。50入ります。で蓋をしてちょこっとパルスで混ぜてでそこから連続運転いきます。でお水ここから入れていくんだけど、最初はドバドバっと入れても大丈夫だけど、途中からちょっと注意しながら様子見て入れていきたいと思います。じゃあスタートします。はい、これでだいたい今 200cc、 もうちょっとかな、200、ひでみさん 230cc ぐらいって言ってたんだけど、今それでだいたい220ぐらい入ったんですよ。で少しこうまとまってきてるから、ここから様子見て注意しながらお水入れていくそうなので、はい、そうやってやっていきます。でほぼもう多分いいかなと思うんですよ。これ以上入れるとちょっと心配だなでそれなんとひでみさんのやつ見るとこうやって肩上げてもいいからしっかりとこう混ぜるっていうのがコツらしいので、ちょっとそれでやってみようかなと思います。はい、しっかり結構こねました。でもうツヤが出てる感じになってきたんで、ここでここにちょっとシート詰めてでこのまんま生地が倍ぐらいになるまで発酵するそうですよ。で私もちょっと例えば肉まんとか今まで作る時とかに暖かい季節だったら常温とか、あと私自宅の窓のすぐそばに置いたりとか、あと今は季節的に寒いから室温も下がってると思うし、我が家だったらオイルヒーターがあるからオイルヒーターの横に置いたりとかで、しかも今日はちょっとすごいデミチャンネルさんナイスアイデアと思って、このまんま発酵いくんですよこのまんまボウルとかに開けずに。はい、なので私それに見習ってちょっと今日やってみようと思うので、このまんま、発酵していきたいと思います。はい、発酵がこれちょっとすごくないですか？見てください。ちょっとやりすぎたかな。2倍ぐらいに膨らみました。でこれを開いて、はい、でこれを取り出していきます。じゃん、すごいよいしょ。で
でしっかりと発酵してると生地に水分がちゃんと入っててしっかり発酵してると意外とこうやって、ちょっと多少ほらこうやってくっつくのはしょうがないとして剥がれてくんですって。でなんか確かにそうだなと思います。でこうなってもこうやってなんかこう剥がれてくっていうか、ほらすごいこれおっしゃってたんでなるほどと思って、ちょっとこれあれですね。でほらこうやってそんなに手にもひっつかずにこうやってほらひとまとまりになって、わ綺麗じゃないですか。気持ちいいパン作りとか肉まん作りのちょっと醍醐味ってなんかこの生地の触る感じが最高みたいな。はい、で生地が丸まってきました。で次にこれを型にバターをよいしょ塗ります。しっかり塗ってくださいということです。こういうこともあります。バターちょっとね室温にしといた方が塗りやすいかもしれません。はい、でここにもしっかり塗ってくださいって言ってたんでしっかり塗ります多分取り出す時の関係ですよね。はい、でこうしっかり塗って OK なのでこれ用意しておきますね。でそして次にこの生地を3等分でこの時に包丁を使った方がいいんですって。なんでやろうなんでですかね。ちぎったらダメだそうです。はい、そしてでまたこれ1個ずつ丸めると、いやー本当にすごいですね。この生地すごいと思う。はい、でここでじゃん、私この普通のこんなんしかちょっと持ってないんでパン用のやつあるんですよねでパン用のある人はパン用の使って、で伸ばす時にこれもコツをおっしゃってて、真ん中からギュッてこう真ん中から下、こっちからまた真ん中からギュッてこうやって伸ばしたらいいですよってこれもちょっとどうかな、こんでいいんかなはい、伸ばしたやつをくるくるってやって、でこの型のここに今1山目入れます。で同じようにこれ2つやっていきますね。わあすっごい、ほら見てください、いい感じになりましたよ。すごいねこれということで3つ収まりました。それでここにラップをしてはい、でこれで2次発酵次入るんですけど、このラップにこうくっつきそうなぐらいまで発酵させると良いそうです。ということで発酵待ちです。はい、今ね生地を発酵中なんだけど焼く準備、今日はこのウォックでガス火で焼いていくので、うちはこれです。カセットコンロ使うんですけど、いきます。火つけますね。ついたかな。はい、でまず弱火で、5分予熱して、でその後中火で5分予熱するといいそうですいきなり火をね中火から始めると良くないみたいなのではい、見習って私もそれで準備していきます。はい、では今予熱をとろ火で5分中火で5分やりました。はい、で発酵ができた生地がこれすごいこんなペロンってラップが剥がれるもんですね。ラップにつくぐらいまでちょっと結構膨らんだんですけど、これを
はい、この中に入れます。そしてじゃん、お水が30から 40cc のお水をここに入れて、なんだっけ、蒸気焼成っていうらしいんですけどそれで焼いていきます。いきますよ、せーの。はい、でこれですごい音してるけど弱中火で25分焼くそうです。ちょっとやってみよう。いやーね、ドキドキします楽しみです。はい、それでは25分経ちました。どうかな、うまくいくかなお願い、せーの、よいしょー。わー、いい感じ。ちょっと形がちょっとくにゃってなったけどいい感じです。いや、これはすごいすごくないねせーの、さっきのデータとよいしょーでーじゃーん。わー、ほら見てください。ちょこっとほら焦げたけど、あ、こっちいい感じ。ほらほら、じゃーん。おー、じゃーん、出来上がり。じゃじゃーん。はい、ひでみパン出来上がりました。なんと初めてにして結構いい仕上がりじゃないですか。実はちょっと正直言ったらちょっと下が少し焦げてしまったんですけど、これ多分次作る時ちょっともうちょっと火加減調整すればもうほぼ完璧なんじゃないかなって思っています。今回そのデミチャンネルさんのチャレンジ作ってみようってことでやってみたんですけど、こんなすぐこんなに上手にできると思わんかったです。嬉しい。はい、ということでちょっと食べてみますね。いただきます。こっちちょっとこれ食べよう。これ食べる？食べる。はいいただきますわ。いただきます。なんかいや、これ本当に美味しいです。で、なんか見てもらったようにね、材料が本当シンプル。強力粉と水と油と、イーストと砂糖と塩ってすっごいシンプルで、ね、手作りなんでその材料一つ一つにこだわれるじゃないですか。でやっぱりちょっと市販のもの、スーパーに並んでるやつ手軽だけど何入ってるんかなとかってちょっと気になったりもしてて、私子供にやっぱりうちパン好きなんで子供にやっぱ食べさせるものって気になるじゃないですか。その食べる頻度が増えれば増えるほど、別にほらたまにだったら全然私もそこはいいかなって思う時もあるけど、で気になるその材料をこだわることもできるし、これ意外とそのなんだろう、パン作りってハードル高いかなって思われるかもしれないけど、このひでみパンのこの工程って本当にほっとく時間が長いから実際こねる作業、材料測ってこねる作業とでお休みの発酵の時間があって、で成形してでまたお休みの時間があってで焼き始めてまたお休みというか焼く時間っていうだけだから、実はとっても簡単だなってすごい思います。だから家事の合間にこうちょっと作業入れていけばいいから、意外と日常のパンになるなって今作ってみてすごく思って、でうちはオーブンも電子レンジもないので今日ステンレスの鍋を使ってガス火で焼いてみました。でちょっと一つ注意点なんですけど、一応ステンレスのこのお鍋は、空炊きするとちょっと変形したりとかいろいろあるので自己判断でやってほしいんですけど、我が家は
その空炊きというか直火ガス用のウォックが実はあるんですで専用なんでパン焼いたりピザ焼いたりとかなんかいろいろ、あと燻製したりとかっていう専用に持ってるんで、それを使ってやってます。で今から例えばいいパンを焼くためになんかオーブン買うとか、そういう人にとっては食べるいいの食べてちょっと検討の材料になるなって私すごく今日やってて本当に思いました。デミパンすごく良かったのでぜひデミチャンネルさん概要欄に貼っておくので、今日私が今日は本当チャレンジだったんで多分細かいところの説明とか全然できないしやってみたシリーズだったので私のこれ見た後にぜひデミチャンネルさんのところも覗いてみてほしいなって思います。私この後チョコプロテインでチョコクリーム作ってつけて食べようかなって企んでいますということでぜひ作ってみてください。ちょっとおしゃべり長くなってしまったけど、でひろこパンチャンネルこういうパンやってみましたシリーズから、あと普段私がやってておすすめしたいものとかいろいろのアップしていってるので一応週に2本上げていってます。なのでお見逃しないようにチャンネル登録しておいてもらえたらと思うのと、あとTikTok、Instagram、Twitter とかもやってるので、そこでは短いショート動画とかもアップしてます。ぜひ概要欄から覗きに来てくださいということで、いつもご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。